テキラドテジョンです。今回はね、ナビブレスブームアカデミーというクランですね。こちらのブームアカデミー知ってる方は知ってるかもしれないんですが、ウェイ君っていう方がね、いるらしいです。初代ね、世界チャンピオンですね。ノババオ道で世界大会、最初に行われたね、世界大会で優勝した人がいるんですけど、なんとね、世界大会、今年ね、中国のクランが1クランだけ参加することができるんですけど、そこを勝ち抜いてるんですよね。中国のクランから世界大会に出場するクランとナビということでね、お互いに世界大会出場するクラン同士の対戦になります。ちょっとブームアカデミーのメンバー全員が出場するかちょっとまだわからないんですけども、母体としてはね、両方世界大会出場するクラン同士の大会でぶつかるということでね、これはね、世界大会も結構近づいてきてるので、重要というか面白いマッチングですね。お互いに手の内を明かしたくないでしょうし、とはいえね、ナビの方はもう明かしに明かしまくっちゃってるんで、ここからはどうしようもないんですが、はい。というわけでね、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。先行はナビの方からガクですね。ちょっとね、最近、風邪もひいたりとかいろいろあって、カメラをね、オフにして撮影することが多いんですけど、今日もね、最近買った配信で買ったんですけど、ゴーストウォーデンがね、めちゃめちゃかっこよくて、ゴースト系のスキンめちゃめちゃかっこいいんでね、おすすめなんですけど、背景とね、ゴーストの方と、ロイヤルチャンピオンと今、公開されて、購入いたしましたので、こちらの方を右に紹介しておきます。ぜひね、購入の際はクリエイターコードユタ14をつけて買っていただけると嬉しいです。さあ、アタックの方戻っていきましょう。まずは、イーグル前のところからね、どっちに食い火が進んでもいいようなスタートではあるかな。ホーミングチェックのバルーンをつけつつ、ジャンプとかはないんでね、これウォールブレーカーで全部誘導する必要があります。このまま上の方ね、ボムターンのところが1マス空いてるので、そっちに誘導しつつ、マルチ IT とか、ビズトとかダイクとかの方にウォールブレーカーつけて、タウンホールの方に誘導したいイメージなのかな。クイヒーホグはね、結構、ガクも、環境変わってから使ってるイメージあるんで、レジェンドリーグとか対戦とかで。ストライカー3体なんですが、先に全部蹴散らすことができたので、これはいい当たり方ですね。中華の人もさ、なんでグローバルでできてんだ逆に。なんでグローバルにアカウントがあるのか、理屈がよくわかんないんだけど、中華の大会出れてこっちも出れるってちょっとよくわかんないんだけどね、イメージで。フリーズか、フリーズがいいですね。で、ウォールブレーカーマルチ IT のところ綺麗につきますね、これも。で、ホーミングチェックのバルーンもそうですね。こういう基礎が完璧にできるのはさすがですね。基本的にね、ガクとはね、一緒にやってたプレイ時間も長いので、こういったところ本当に、思考はトレースというか、似たようなことをしっかりできますね。さあ、9時からクイヒホグの方をね、スタートしつつ、ウォールブレーカー2層をちょっとイーグルの方まで空いてしまったので、タウンホールを打ちに行く時間がかかるんですが、いろいろ左サイドをね、がっつり切ることでクイーンの方を戻していきたいというところ。キングも多少タウンホールは触ってるんですが、落としきるのは無理そうかな。さあ、タウンホールが、ここは、火力も横打ち入って厳しいところ、黒く打ちつつ、あとレイジが2発残ってますね。クイヒに1発とホグに1発みたいな使い分けにおおよそなるかなというところなんですが、クイヒの方も完全に添えちゃいましたね。さあ、ここは破壊されたところタイミングしっかり見計らって、インビジブル、レイジと合わせていきつつ、ドリルがまだ残ってますね。さあ、ドリルの方はマルチ IT の方に進みつつ、ロイヤルチャンピオンもブーメラン。クイーンの方がターゲット受けてますが、ギリギリ耐えてくれ続けている。さあ、ここは、ドリルがディギーのようなね、スタン効果を与えてくれて、クイーンの方も延命されて、あの状況でクイーン生き残るんですね。さあ、圧倒的全開ということで、ガースです。初手からね、非常にレベルの高いアタックだったかなと思います。対戦相手、クイヒーラバル。さあ、まずシューターを3時にポーンと置きつつ、ホグチェック。クイーンの方を展開していって、イエティと。なんかこの配置どっかで見たな。さあ、ウォールブレーカー。なんか同じようなクイヒーどっかで見たな。GS 戦かこれ。なんか、レイジタワーのとこにウォールブレーカーつける攻めを最近どっかで見たような気がする。ちなみにね、GS 戦からはね、結構時間が経って撮影してはいるので、その時のアタックあんまり覚えてないんですけど、なんかここレイジタワーにウォールブレーカーつけるのを誰かやってたような気がするんですけど、同じ配置が世界大会予選とかで使われてたのかな、どうだろう。全く同じ攻めが繰り出されてますね。ここもウォールブレーカー、ウォールブレーカーと繋いでいって、過去にね、多分全開になったアタックをベースになぞりを入れてるようなアタックになっています。
たこれマルチ IT の方にはクイーン入らず、キングの方がサイドカットをできなかったっていう系で、まあでもこれなんか、クイーン結局ここ動いて、対地クロス、対空砲のところにね、ウォールブレーカーつけてっていうイメージだったと思うんですが、もうウォールブレーカーはもう全部使い切ってますね。クイーンの方は、穴開けができない誘導になります。さあ、まずは6時の対空砲のところをベースに切りつつ、向かったので、モノリスの方に直出しバルーンができるような状況ですね。さあ、ピストをかなり溜めてたので、ここで解放。クイーンプラスの投石機狙い。さあ、シューターの方も右サイド切って、ここはトームかけないとタウンに向かったバルーンが落ちてしまいますね。さあ、厳しいと判断して追加でバルーンを入れつつ、クイヒーの方もちょっとトームが、トームじゃないや、クロークが出ている状況。さあ、もう一回フリーズを打たないとタウンホールは落とせないので、レイジがまだ残ってましたね。さあ、落としきったのを確認してからスケルトンロイちゃん。ちょっとロイヤルチャンピオンの方にね、ターゲットが両方入っちゃってるので、スケルトンの位置は、結構、対地クロスのね、直置きぐらいのレベルで良かったんじゃないかなというところ。さあ、シューターからはスーパーガーゴイルが出てきました。さあ、アーチャータワーにはシューターの燃焼ダメージが入ってますね。さあ、ここは、バルーンをビズ島に向かわせつつ、ロイヤルチャンピオンがまだ能力残っているというところ。この状況でこんなに余力が出るなんて、元のプランは結構良かったんですね。結構、なぞりとしては、失敗した部分もね、多少あったし、タウンラバルもね、かなり苦戦してるイメージはあったんですが、シンプルに食い火で取れるルートが強かったですかね、100%。さあ、星3、51の天才ウッドランチャーセット。まあ、マルチ IT かシングル IT かを天才で追っていくんじゃないかなと思います。兵器切り替えまして、ボマーですね。ってなると割とシングルも、まあ、3-2で打った時にエアスイプラスで折れるんで、マルチの方がバリューとしてはでかいかな。3-2にしない可能性もありますが、そうですね。レイジターンの方を優先した方がいいなって僕も言ってて思いました。途中で気づいたんで。さあ、ここは、ジャイアントで、キングのターゲット取りつつ、バネトラップの確認みたいなところも兼ねてますね。しっかり届きつつ、アイスゴレムが入っていきます。さあ、ベビドラとキングで両サイドカット。キングの方は、対地と投石、クイーンの方ですね。向かっていく。ここ、すごいね。縦ユニット0枚で行くんだ。キング内側入っちゃったか。ちょっとこれは狙った通りの動きにはなってないと思いますね。ウォールブレーカーもしっかりキング前つけてるので。そうなると逆にクロークは温存できる入り、トルネードも見えた。これは朗報ではあるんですが。さあ、クイーンの方はね、いいクロークですね。ストライカーから攻撃を食らう前に、ここはクロークを放って、ラバ処理の方を遅延なしで処理を行いました。ただ、ストライカーが向かってきてないので、ここでようやく入って、援軍処理は絶対やりたい。使ってくれたので、大丈夫そう。さあ、ゴブリンで釣ってガーゴイルとアーチャーでパピーを処理していきますが、3次区画が丸々残りましたね。これ多分、区画削ってシングルからボマー刺したかったのか、それとも上からなのか。まあ、下からですよね。ラバボマー12時とかもワンチャンありそうな、あれだったかな。シングル無視して。さあ、レイジはここに打っていきます。一旦ここはフリーズ挟むかな、1本。ロイちゃんも一緒に入れてるんですね。さあ、さすがにここはフリーズ入れたいところ入れていきました。さあ、シングル IT ロイちゃん入ったの見えてればフリーズはここ入るかなと思います。しっかり見えてるので打っていきました。さあ、ラバルを12時ですが、すげえ罠だな、上。まあ、やはり12時の方をケアする意味でボマーは使って、イーグルだったり、モノリスだったり、ここもフリーズ1本、シングル IT からのターゲットは、ここで入れてきましたね。ちょっと厳しいですね。シングルも結構、グイーンとなったタイミングでのフリーズだったし、能力も解放されてしまったので、さあ、ボマーの中身は、何が入っててもそこそこきつい。さあ、ヘイストフリーズは一応入ってるんで、ここはヘイストフリーズ重ねていきつつ、ライダーですね。バレーンの方はヘイストに乗らず、少し逸れていく。エアスイも残っている。このクイーンに触れれるものがないんですよね。ストライカーはね、ロイヤルチャンピオンに使っていくという形で、キングで本来処理されてるところなのでね、キングのコントロールができてれば、これは 100% 全開いってましたね。3次区画にこれほどの余力があるなら、
キングがね、最低でもクイーンを殺すような働きができれば。まあ、結構、初歩のなんか、キングのところの動かし方見せるの結構珍しい感じしますね、星さんの中で。さあ、ヒールの入った純正ラバルかな、ポイズンも入ってるってことで。さあ、ウッドランチャー型の、純粋な、純正ラバルですね。さあ、スケルトンの呪文でターゲットを取らしつつ、ウッドランチャーをここ転がしていきます。まあ、あんまね、こういうラバル戦術見ることないんでね、参考になりますね。これ見えないようで、これウッドランチャー迫撃砲入ってるんですよね。これ当たるの謎判定なように一見見えますが。さあ、おでん像もここ壊れていきつつ、クエイクを揺らしていくことで、マルチ IT へのダメージもね、上げてますね。レイジダイクがちょっとマルチ IT かかっちゃってるんで、真ん中マルチの方は厳しくなるかな。そしてここにトルネードで、イエティの方も真ん中進みづらく、おーいいクロークが投石で一瞬で潰れました。さあ、ロイヤルチャンピオンを投石に差し込みつつ、これイエティで真ん中マルチ折らなきゃいけないんですが、ちょっと向かってしまったな。2体分のイエティがマルチ IT に入ってしまうか。さあ、ロイヤルチャンピオンは、ストライカー捕まったので、たまらずここはポイズンを打っていきます。さあ、イエティの方で折れちゃいましたね。狙ってたマルチ IT。さあ、スケルトンの呪文を置きつつ、ヒーローの方をストライカー処理。3ヒーローいるんでね。さあ、レイジ置いてからのトームかけていきます。さあ、タウンホールにバルーンは向かわない。向かってないですよ、これ。タウンホールに向かってきたバルーンは1体ですが、ここにヒールをかけていく。ヒールレイジ、フリーズも1回かな、さすがに。1体のバルーンがひたすら延命をされ続けて、タウンホールはこのバルーン1体が破壊をしていきました。ちょっとあまりにあれだったんでね、9時サイド一切回収が出れてないですね。そっちにそんなに出すの ?9 時の回収はようやく始まりました。さあ、スケルトンの呪文で投石のタゲを取りつつ、対空砲の前にラバハウンドにウォーデンが捕まった。それラバ隠し結構ありじゃない？ラバ隠しですよね。ただね、ラバ対地クロス隠しだと思うな、それは。ラバ対地クロス隠しをして、投石の、じゃない、対空砲の方にオーデンを引っ張ることができれば、対空砲を処理して、残ったユニットで投石機に打ち勝てることができるか、オーデンプラスでね。勝った場合は前回まで伸びたかなって感じでした。まあ、大工残ってるんで際どいところですが、さあ、ここで防衛が一つと。まあ、久々に純正ラバルも、やっぱね、やってる人少ないっていうところと、まあ難易度も高いっていうところでね、なかなか見れるもんじゃないですね。さあ 92%。レジェンドリーグとかでも使いづらい編成ですからね。やってる人はいるのかもしれないけど、ちょっとグローバルサバと中華サバで違う環境出たなって感じかな。さあ 1% リードですかね。92%。さあシンセです。ホーグラッシュ。久々に見た気がしますね。コウモリ3発、スケイン部じゃなく、施設を削るようなものがまず入るってなると、マルチ対1とかモノリスの方はなんかそんな、てか多分初手トーム。あれでも違うな。さあ、マルチ IT 日本と第1クロスボウのところ。まあ、基本はこういうところになってきますよね。レイジターンのね、重なってる半円がね、ちょうどインビジブルと綺麗に重なるので、レイジターンの範囲がね、こんな感じなので、レイジタワーに乗る強力な防衛施設を先に壊そうというところ。おー！なるほど。バルーンではなくて、ホグトームを最初にぶっ飛ばしていくというやり方。ここはただトルネードが確かに来そうなところ、フリーズまでかけて。これ、レイジ乗ってないんじゃないか。ポイズンタワープラス、レイジ乗らずトルネードで、タウンホールの方が、いいトラップだな、それ。多分、これ用の罠がぶっ刺さりましたね。いやー。さあ、ここも、陸ウォーデンつけて、初手ホグ。41体編成だったかな。だから15体ホグを最初に投げたのかな。さあ、エレクトロタイタン時間差置き。イーグル砲はクイーンに飛んでいきました。タウンホール残ったんでね、クイーンは、ちょっと、シンセがひたすらに、苦戦をしてますかね。キャンプも切りたいけど。さあ、ジャンプイン。なるほどね。タウンホールが本来壊せてれば、ここジャンプインで、この辺大きく削って。でもこれ、どうするんだろうね。ウォーデンいないホグライダーを回さなきゃいけないんでしょ、ここから。
それでもどうなんだろうって感じしちゃうんだけど、パッと見は。さあ、ポイズンタワー2周目もなかなか厳しい。さあ、諦めてロイヤルチャンピオンタウンホールの方から。絶望しかないな。もうホグも19体しかいません。オーデンいないからね、しかも。タウンホールはさすがにここで落としていきたく、突破はできましたが、封じですね、これは。透析区画から行ったところで何にも他の施設が削れないので、9時の方を削って外周施設を削る。まあ12時のアーチャータワー2本とか結構削ると、周りのね、施設も削れるので、その辺も削り対象ですね。いやー、相当厳しいな、このアタックは。所定のね、面白いですね。バルーンではなくて、ホグを使っていくというところ。これ、モノリスまで折れてたからね、バルーンより、ホグの方が優秀な可能性はちょっとだけあるね。まあ、バネが食らっちゃうんだよね、トーム中でも。それがちょっと弱点かな。実際に今回バネね、3体ほど飛んでたんですけど、バルーンの場合はね、トームかけてしまえばね、対空爆弾とかは無効化できるので、トラップで死ぬことがないんだけど、ホグの場合はね、バネがあるからね。さあ、69% ということで、最後の選手交代、シンセなんですが、ちょっと成績からするとまさかの一番低いという結果に。まあ、1ヶ月ちょっとあるんでね、まだ。さあ、イエティスーパーバーバリアンの方でサイドカットを入れていきます。クイヒーホゲ。シューターを60に置きつつ、異世界さんですね。異世界転生さん。なんかこの攻めも見たことあるぞ。パーフェクトタイミング。ストライカーうまいですね。このクイヒーはスタドラだな。これスタドラがこのクイヒーやってたぞ。イール、誘導ですね。で、確かキングをね、サイドカットに使ってたんですけど、その時は。今回はシューターで6時側を大きく削って、モノリスに、ここモノリスの方はスケルトンを使ってモノリスにターゲットが入らない形を。シューターのための、これスケルトンですね。シューターただ攻撃速度が遅いので、だいぶシューターを破壊するのには時間がかかっています。リクスケルトンも出てきたけど、シューターの燃焼ダメージでだいぶ抑えられてますね。さあ、ここでシューターからの攻撃を受けていきますが、中身はロケバルとスーパーガーゴイル。いいですね。シューターの方も燃焼入りつつ、テスラも大きく削れました。まあ、キングがね、これで自由に使えるということで、12時にキングを展開しつつ、確かその時は12時シューターだったんだよね、スタドラは。まあ、真逆の展開ですかね。さあ、ここでホグラッシュ。森尾さんだったかもな。どっちだったかな。さあ、中心、レイジ、ホグトームというところ。クイヒーの方はきつくなったので、ここは一旦インビジブル。さあ、クロークまで打って、なんかこのクロークも全く一緒だからスタドラな気がしてきた。さあ、2連巨爆ヒットからの、ちょっとマルチ IT が残っていきますね、中心部。ホグの出し方どうなんだろうな。あと、キングにウォールブレーカー欲しかったかなって感じはする。キングのためのウォールブレーカー12時は結構ありだと思うな。ルートかなり綺麗に取れるし、キングのためのルートもね、取れるので、キングとホグの両方のサイドカットになるんでね。ドゥンと。ただ、ロイヤルチャンピオンこれフリーズもあるので、まあ、結果的には押せそうですかね。まあ、ただね、1本目の前回もこちらの前回もなぞりなんですけど、GS の方のね、アタックの方が、完成度としては高かったなって印象。まあ前回取れるのでね、非常に素晴らしいし、前回のリップでもね、なぞるのって難しいんですけど。まあ、結論ね。間に合ってない。てっきり全開なのかと思ったら 99% でしたね。まあ、ちょっと結論ねのところで終わったんですけど、結論ね、やっぱり GS のポテンシャルというか、そういうのは本当に高いというか、ピースは高かったっていうイメージですね。ザ・クイヒー・ホグ・カズマくん、スーパーバーバリアンも添えつつ、イエッティはクイヒのサイドカットか、
迫撃の竹取りみたいな使い道になりそうかな。さあ、12時クイヒーからの即座に、早いよね、これほんと。クイヒーとシューター、全く同じタイミングに落ちたと言われても気づかないぐらい。これね、簡単なようで結構難しいですからね、同時置き。まあ、本当に、両サイド、画面いっぱいね、引いてみて、ダダってタップミスしないようにしっかり置いていくっていう作業が必要なんですけど、スーパーバーバリアンでサイドカット、迫撃のタゲを取るイエティの方はこのタイミングでしっかり出てきます。さあ、バルーンで援軍、ちょっとフリーズの方がミスタップ。レイジとフリーズ間違えた感じですね。フリーズ一発ミスタップです。さあ、そしてこのタイミングでホグを使うことで、ホグの方で迫撃のターゲットも取れつつ、テスラチェックにもなっていくというところ。さあ、燃焼ダメージの方が切れてしまったので、ここでリクスケがシューターに刺さっていきますが、ちょっとダメージ入りましたね。さあ、これはラバハウンドにポイズンを使うことができます。その隙にシューターで投石をしっかり削っていきたいですね。ボムターの方も破壊ができつつ、シューターの方にもね、燃焼ダメージが入ってるので。一発撃ってくれた。いいね。いいホーミングチェック。この辺の食い火のところほんとうまいよね。さあ、ホグパートスタート。突撃艦とかはないんですけど、ここ初手トームぶち込んでいきます。もういかにも初手トーム突撃艦タウンホール合わせますみたいなノリからスタートしていくんですけど、面白いですね。さあ、これタウンホール、トーム後のホグで見てるってことかなこれ。さあ、ロイヤルチャンピオンブーメランまでかけてインビジブル。すごいな、これ。タウンホールは何で見てたんだこれは。ちょっと残りましたね。ワンチャン兵器2個使いのプラン組んでちゃった？これやばいか、星1。これはなんだ？ 6 時のルートがかなり残っちゃってたので、どうなんでしょうね。わからないな。ワンチャンガチでシューターと突撃艦両方使えるプランを考えてた？もしくは、このホグとかロイちゃんがタウンホールの方に向かって、トーム後のところをフリーズたくさん持ってきてたんでね、フリーズでケアしながらタウンホール取ることが考えてた。ちょっとわかんないですね。さあ、フリーズかけつつスーパーバーバリアンに望みをかけます。タウンホール落とせるか？どうだ？大工も入っちゃってたしね。ちょっとやり方としても、新しいやり方だったっていう感じなので、意図は聞かないとわかんないですね、これは。さあ、食い火のホグ。まずはイエティ。これもなんか見たことあるような気がするんですけど、どうでしょう。さあ、キングの方をイエティで処理していくことで、イエティストライカーでね、そうすることでシューターが刺せるようになっていくと。さあ、そしてこのストライカーはテスラチェックにもなっていく。さあ、そして、9時の方、真逆のところから食い火始まりまして、しっかりホーミングも解除していく。強いな。騎士感あるの、なんでだろう。さあ、いいホーミングチェック。ポイズンまで置いて、フリーズかけて、ホーミング綺麗にかっさらわれていきますね。まあ、多分、リプレイあるんだろうな。こんなにピンポイントで。バルーンもかなり多く持ってきてますね。めちゃめちゃあるじゃん、ホーミング。綺麗に吸い取っていく。ただ、食い火の方は火力、抑えきれず、ここで黒く使うのちょっともったいないかな。あ、くるっといきましたね。反対多分アーチャーター前もそしたらバルーンあるんじゃないのそれ。あ、全部出したね。さあ、キングはサイドカット失敗。あ、でもこれ見たことあるな、なんかこんなの。シューターは3時マルチ IT を取りに行きます。さあ、ここでフィスト使いつつ、第1クロスボウのカット。これ綺麗ですね。キングがカットしてくれることで、食い火の方も余力を残してタウンホール区画に入ることができますね。ちょっとタウンホールの軌道は
クイーンではなくキングの方がやったんですけど、ここで一緒に合流しつつ、ホグパートは6時と5時のところから、一気のトームかな、ここは。打ちたい。打ちたいおっそためたね。巨爆4個とか5個とか出たんで、本当はもっと早く打ちたかったし、左にも入ってたんでね。ここにフリーズ打ちつつスケルトン。クイヒーの方はモノリスを浴びたので、呪文で延命はできなかったですね。クロークやっぱ最初に使っちゃったのが痛かったかな。クイヒーを延命するのも結構手なんですけど、レイジがもう残ってないので、クイヒーは結構厳しいと判断したのか、気づかなかったので落ちたのかの2択です。さあ、ロイヤルチャンピオン即座にブーメランを打ってモノリスの最速処理を狙っていきます。さあ、外周はね、シューターから出てきたスーパーガーゴイルも結構施設をカットしてくれつつ、ロイヤルチャンピオンの方も、余力的には残りそうかなって感じなんですけど、時間の方が結構足りなそうですかね。さあ、金庫は残っていきました。さあ、インビジブル使って、延命してアーチャータワーを落としに行きます。さあ、防衛施設の方は削れそうなんですけど、時間間に合わず 91%。かなりいいアタックだったんですけど、間に合わなかったですね。まあ、なぞりアタックといってもやっぱり全開になるものと99とか91とかね、一つちょっと取りきれないっていうものがあったりして、まあ、クラクラって面白いですよね。同じプランだったとしても、同じ人がやらない、まあ同じ人でも結果ずれることあるしね。やり方がほんの少しね、ちょっとなんか、大まかなプランとして9時にキング使いますで、その使い方によってやっぱ大きく変わるからさ、それによって数パーセントの差でね、100% か 99% かって大きな差だからね。失敗。マルチ IT は避けていく。さあ、ドラゴンライダーも1体残りつつ、ジャイキングバルーンというところから、もう一度スニゴブを使って奥のところまで。うんめうわうめえとこバネ置いてんな、それ。完璧にストライカーを読み切った位置に、バネが。まあ、スーパーバーバリアン編成とかだった時に、アイゴレストライカースーパーバルキリー、スーパーバーバリアンっていう処理を狙うんですけど、そのアイゴレを飛ばす意味合いもありますね、ここのバネトラップは。まあ、いろんなものに刺さるバネで、うまいですね。結構中華クランはね、トラップうまかったりもするんでね。まあ、これはテンプレ配置かもしれないけど、トラップはとかね。JX タイガーとか結構罠うまかったからね。配置もいいし。JX タイガーはね、配置良かったからね。中華勢って結構配置いいんすよね。ナビのね、ベースビルダーのも遠藤くんもね、中国人なんで結構中国の人たちはほんとね、トラップとか罠とかはね、トラップも罠も一緒だ。トラップとか、配置とか結構いいんですよね。さあ、突撃艦から出すタイプ。ヤンキーだな。即割りしたら結構やばかったんですが、ここでトルネード。レイジまで置きつつ、あとはラバハウンドとバルーンが残って手持ちに残っているところ。まあ、スケルトンも持ってきてるので、ロイヤルチャンピオンのね、処理に使うと思うんですけど、ちょっと厳しいですかね。マルチ IT がきつい。ドラゴンライダーの使い方おしゃれでうまかったですね。さあ、バルーンの方はウィズ島もケアしなきゃいけなかったので、12時のアーチャーターンにはバルーンが出せず、下のね、迫撃にね、バルーン2体使うことになったんでね、さあ、スケルトン置きつつ、フリーズストライカー、ここもちょっとバネ危ないとこだったね、空振り。かなり完全に、ホグではなく、意味環境ホグじゃなくて、ホグもあんのかな、ここ。ホグも確かに踏みそうだな、この角度だったら。ストライカーとかアイゴレとかにね、めがけて完全に振ってる感じ。まあ、罠は曲振りしてハマった時が一番強いからな。中途半端に振って全部守れないよりは、曲振りして一つを守れる方が強いから。バランス取れるね、全部に守れる配置ならいいんだけど。さあ、ここも投石区画がちょっと残ってしまいましたね。初手のスケイン部で真ん中マルチを折ることができれば、裏が結構きつかったね。さあ、ちょっと最近のナビは苦しいというか、敗北も増え、やっぱ対戦の数がね、少なくなってきてしまってるところもあると思うし、
さあ、クイヒーホグ見習いオーデン付けですね。最近見習いオーデンを使ってクイヒーをすることがね、非常に多いですね。さあ、イエティのボブはアーチャーとは落としきれませんでしたが、ここで即座に落としていきます。さあ、モノリスからのターゲット入るんですが、ここね、見習いオーデンついてることでかなりタフになってますね。さあ、ここでニュイーンと。いいですね、このバルーン。ホーミングチェックプラスね、モノリスのターゲットを取る意味合いがあります。強いな。いいな、見習いオーデンクイヒ。シューターの方もね、燃焼が入ってるし、この水と越しに迫撃砲にもダメージ入るのが強いですね。両方の迫撃砲にこれダメージが軽く入ります。さあ、クイヒーの方もレイジ置いて、キングサイドカット。ここで迫撃砲とは当たるんですけど、燃焼がすでに入ってるので、一旦ね、もうここ一発で乗り越えることができると。そして、投石の方も一発。ぴょん。さあ、当然、ここはクイヒー、ヒーラーをね、守るためにフリーズをかけて、落としきれるかどうかですが、落としきれず。まあ、アーチャー3体なら仕方ないですがね、ここは許容をしていきます。さあ、レイジタワーが乗って走り込んでいきますが、援軍の方は全部は出ていない。さあ、ウォールブレーカーは届かず。もう一発開けることができればね、奥のマルチ IT まで開けれるってところでうまかったですね。さあ、対地クロスを一瞬で折り切る判断のクロックうまいです。さあ、ラバハウンドがすごいな、移動が。ポイズンはないんだけど、これ、シューターの燃焼ダメージがポイズンみたいな活躍を仕掛けましたね。パピーが乗り切っていればそのまま処理ができたんですが、若干外れてるので、ポイズン効果は外れつつ、ここでトームをレイジと一緒に打っていきます。さあ、スケルトンとかフリーズとかインビジブルとか色々あるので、マルチもね、ケアしたいね、真ん中ね。さあ、インビジブルをここは守っていきつつ、スケルトンの呪文もマルチ IT からすると意味がないので、とりあえず置いた感じかな。アチャーとか、その辺タゲ取るために。さあ、ロイヤルチャンピオン能力残って、ここはマルチ IT の方にスライドしていく。うまいですね。さあ、あとはロイちゃん能力残した状況で最終いろんな施設で、いろんなものでね、誘導をかけて回収を入れていきます。これはいい全開。はい、ということで終わってみると10対12とちょっとね、あれですね。僕の立場からどうこう言えることはないんですけど、ちょっと心配になるというか、敗戦がね、ちょっと続いちゃってるので、本人たちは負けることは当然、負けてることはね、理解した上で、世界大会もまだまだ遠いので、まだ今じゃないっていうか、ちょっと、外から見られる評価とかは、一旦ね、ちょっと、鬱陶しいなと思いつつも、本戦で結果出してやるから見てろよとか、まだだからね、みたいな。僕がそういう立場だったので、その辺はそういう風に感じるかなって思いますが、外から見るからするとちょっと心配にはなるんですが、世界大会も今回で4年連続出てたんで5年目かなってことなのでね、その辺の調整の仕方とかがね、出ると思いますので、本番強いタイプだからね、そこまで大事じゃない大会という風に気抜いてるわけじゃないけど、肌感でどうしてもそうなっちゃうところあると思うんで、はい。個人的にはね、ちょっとね、ナビもそうだけど、シンセもちょっと心配してますね。シンセもね、息の長いプレイヤーなので、この辺は大丈夫かなとは思うんですが、はい。僕はね、心配したところで何も手は打てないので、こんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。